今年こそ外国人採用で雇用を定着させたい方、自分の事業を伸ばしたい方、これまで何度も外国人を雇用して逃げていっちゃったり、コミュニケーション不足で悩まれていた方、何を徹底して行えばいいのか、この5年間で学んだ技能実習生、特定技能、高度人材、彼らを雇用した経験から実際どんな風に行えばいいのかをお伝えします。外国人材の雇用についてフィリピンと出会い、たった5ヶ月でめちゃくちゃ優秀な方を雇用することができました。その私の経験と実績を全てこの動画に詰め込みました。本日もよろしくお願いいたします。今回は未来を支える外国人雇用というところで、吉岡さんにですね、実際に来ていただいて、相談いただいて、ウェビナー始めたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。全体的な流れは、このような形になってまして、いつも通りですね、僕の方からいくつか、吉岡さんの方に質問を投げかけさせていただいて、吉岡さんに回答いただくっていうような形で進めていければなと思っております。ちょっとまず最初に、簡単に我々の自己紹介だけさせていただければと思います。ハウスケープと申します。で、顧客管理のツールであったりだとか、ホームページのサービスっていうところをやらせていただいております。もう本当に僕たちはもう屋根屋さんに特化して、顧客管理を起点に、収益力を向上させるっていうところを目指してやってますので、ここら辺、家サプリっていうシステムとかに関してはですね、もうほとんど知ってる方が多いかなと思いますので、ちょっと一旦スキップします。で、他にも最近始めた屋根.proっていうホームページサービスもやっております。で、いつも利用いただいている方々は本当に頭が上がりません。ありがとうございます。で、私自身の自己紹介をさせていただきますと、もともとクルーというドローンルーファーの会社におりまして、そこで全国を行脚してまして、その中でいろんな屋根屋さんとお話しする中でですね、この業界はめちゃくちゃ面白いなっていうところと、できることないかなと思っていろいろ考えてたんですけど、何も思いつかなかったので、一旦ちょっとリクルートの方に転職して、上司もいなかったんで、いろいろと勉強して、もう一回、ちょっとこの業界戻ってきてやろうっていうところで、2年、3年ぐらい前にですね、立ち上げたという形になっております。で、ちょっと前回、このコミュニティのですね、オフ会といいますか、研究会みたいなものを、ちょっと、東京の品川でオフラインでやらせていただいたんですけども、その時もですね、20人ぐらい参加いただいて、めちゃくちゃ濃い会ができたので、ちょっとまたこれも会自体をもっとどんどん大きくしていきたいなと思ってますし、よりいい内容、情報共有できればなというふうに思っているので、Facebook のコミュニティなんですけども、ぜひ参加してない方いらっしゃれば参加していただけると嬉しいです。で、ここからちょっと本題に入っていければなと思うんですけども、今日の、ウェビナーの目的としてはですね、今回ちょっと外国人雇用っていうところに、かなりフォーカスして最初お話ししているんですけども、そもそも外国人にこだわる必要がないかなと思うので、そもそもどんな選択肢があって人材採用できるのかなっていうところのちょっと全体像のところを、まずお伝えできればなっていうところが一つ。で、二つ目に、メインのタイトルでもある外国人雇用について、実際に経験されている吉岡さんからお話を伺いたいな。で、あとは、結局聞いて終わりではなくて、明日からできる何かを持ち帰っていただければなというふうに思ってますので、ぜひ、これはいつでもできるなっていうのがあれば、ぜひぜひ持ち帰っていただければなというふうに思っています。はい。じゃあ、ちょっと早速ですけども、登壇者の紹介とさせていただければと思います。吉岡板金工業所の吉岡さんです。ちょっと簡単に自己紹介お願いできますか？はい。皆さん聞こえますでしょうか？ありがとうございます。富山県富山市の方で100年続く建築板金業の4代目として今代表をしています吉岡智義と言います。本日はお知り合いの方も初めての方もどうぞよろしくお願いいたします。私はですね、大学は東京にいましたけども、その後、やっぱものづくりをしたくて、縁あって静岡の自動車製造業の会社に就職しました。それから、3年ぐらい働いてからですね、おじいちゃんの他界をきっかけに、富山に帰郷しまして、それから自社業を継いで、建築板金の道に入りました。そうですね、そこに書いてあるようにですね、
創業はひいおじいちゃんの時ですね、1919年ということで、今年で約105年目ぐらいを迎えております。で、代表になったのは4年ほど前で、コロナ禍の途中に42歳の時になりました。B2C 比率はそこ書いてあるように約5割ぐらいだと思っております。私の事業所を表すキーワードは、皆さん同様建築板金業なんですけども、建築板金業から金属アートですね、それから今日お話ししたいと思ってます外国人材雇用について、3つのキーワードでいつも紹介しているところです。以上です。ありがとうございます。1919年って、あれですよ、第一次世界大戦終わったぐらいで、結構板金屋さんだとすごい。そうなんですよ。建築板金業、当時から建築板金業ではなくて、いわゆるその地域にいる金属を扱う、いわゆる金物屋っていうことですね。何か金属を叩いて直したりとか、そういうことが得意な人で、昔何をやってたかっていうと、いわゆる皆さん知ってる通り、トタンが日本に入ってきた後は、富山県では米を蓄えるタンクを、丸いタンクですね。あれをトタンで作っていたと聞いております。そこから徐々に、屋根とか外壁とかになってきたっていうことですね。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと今回は、特にこの外国人材っていうところが一番キーになってくるところなので、ちょっとこのあたりいろいろと深掘って聞いていければなというふうに思います。で、ちょっと唐突に外国人材教育事業で、なんでこれをやられていらっしゃるんですかね。そうですね。まずそもそも私の思いは建築板金を広めたい、届けたいなんですよ。で、建築板金業をもちろんやっていながら、その途中で金属アートに行って、そこからさらに今日話している外国人材教育になるんですけども、やっぱりその建築板金を届けるためにはしっかりとした自社でのその人材の雇用が必要となりまして、建築板金に限らず建設業、介護、いろんな分野で人材が今不足している中で、やっぱり自社の建築板金を届けるためにはしっかりとした雇用の上に、皆さんに届けることができると思ったので、やっぱ雇用を定着させることが大事だなと思いました。ある時、やっぱり人材がどんどん高齢化して辞めていくだとか、新しく雇った人も、数年で辞めてっちゃったりした時期があって、本当に苦しくてですね、たった3人で、そこそこの、歴史ある会社なので多少の受注量がある中で、たった3人で工場を回していかなくちゃいけなくて、やっぱりあるお客様には待っていただくとか、ある監督からも怒られながら、謝って仕事していくっていうのはもう非常に嫌な時期があったので、やっぱ雇用は大事だなと思うに至りました。ありがとうございます。でもそもそも外国人っていうところじゃなくても、その雇用っていうところで良かったかなと思うんですけど、5ジャンルよく聞くんですけど、ここら辺とか他はどうだったんですかね。そうですね。私がある勉強会で聞いた、人手不足でしょと。でもそれを解消する5ジャンルがあるよと聞きました。その5ジャンルとは今、画面に映されている5ジャンルで、それぞれの分野の人材、人種に対して、あなたはあなたの会社で手当をしているんですかと。ただただ人手がいないとか、人はおらんっていうばかりじゃなくて、ちゃんと手当した上で、いないならそれはしょうがないけれども、こんな分野がありますよという話を聞いたことがきっかけです。まず若手は高校生ですね。高校生は、いわゆるハローワークでは特に若手ということで、特別な枠組みで、就職を支援しなければなりません。高校生をここから引っ張ってくるには、必ずハローワークの高卒求人が必要で、それは特に、ある程度しっかりとしたハローワークの書類の提出が必要なので、そこに対して、高校生求人出してますかってことですね。意外と当時出してらっしゃる方は少なかった。僕は出してましたけど、それも、やってるかどうかってことですね。それから女性というのは、やっぱり建設業、男社会な、世界ですけども、女性もやっぱり取り込んでいけば、女性にできる仕事がある、女性にも、
できる仕事を作ってあげるってことで、女性にもやってもらうことができるんじゃないかと。あなたの会社では女性は働くことはできますかと聞かれました。当時、私の会社では、例えば更衣室がない、もしくは男性と別れていないであるとか、いわゆるトイレですね。トイレも、1個しかなくて、そこに普通に男性用トイレと、洋式のトイレがあっただけ、壁1枚隔てたトイレがあっただけなので、これじゃあ、女性が働きに来ることはできないということを言われました。それから高齢者はですね、高齢者辞めてっちゃう方もいますけど、例えば65とか70ぐらいで辞めてもらわずにですね、なるべく長く延長雇用してあげるってことですね。うちでも今、一番長く働いていらっしゃる方でも高齢者でもう75ですね。75でも、そこまで現場には行きませんけども、社内で加工とかを段取りしてくれる方がいます。それから障害者ですね。障害者も、社会では働きづらいジャンルの方ですけども、建築板金業で障害者で働けるかっていうと、もしかしたら働けないと思っているのは我々だけで、働くためには障害者ができる仕事を作ってあげればいいと思うんですね。それは、例えばパート、時間がフルタイムじゃなくても、午前中だけとか午後だけとか、そういうこともあるでしょうし、もしかしたら皆さんの会社もそうじゃないですか。職人が現場で仕事をしている間、会社の加工機は動いてますか？動いてないんじゃないでしょうか。そこで何か加工物があれば、障害者の方でやっていただくことも可能だと思いますし、そもそも障害者というのは、頭と心と、あと身体的な障害の3つがございまして、ちょっと車椅子とかだとちょっと難しいかなとは思うんですけれども、例えば心の病があったとしても、車に乗れて、ちゃんと会社さえ来てくれれば、そこで、会社の板金の加工を教えることによって、皆さん忙しく現場で仕事してくるんだけども、それを今だったら LINE とかで、写メとかでもらって、会社で加工する。そんなことができるように、一時障害者もパートで雇用していたこともあります。それから最後に外国人ですね。今までのジャンルの方に、それぞれ手当はするんだけど、それでも来ない場合は、そもそも日本人がもう来ない想定ですから、もうやっぱり外国人に行くしかないということで、外国人至るわけですけども、最初僕は外国人は、やっぱりいわゆる技能実習制度ということで、たった3年で帰っちゃう、辞めてっちゃう、そんな制度だと知ったので、それは嫌だなと思って、最初は取っかかってなかったです。だけど今では、その外国人材にもう頼ることになってます。ありがとうございます。外国人材って言っても多分、種類がいくつかあるかなと思っていて、ちょっとこのあたりも少しご紹介いただいてもいいですか？外国人が、海外で働くときには、いわゆる、もう観光ビザの期間はもう過ぎちゃうので、基本的にビザが必要です。で、そのビザには、かなり30種類ぐらいあるんですけれども、それの一番下2つがですね、いわゆる技能実習と2019年にできた特定技能があります。この2つは、本人たちの学歴が、高校までの方なので、管理が必要と。管理が必要ということで、登録支援機関等の管理が必要ということになります。で、それより1個上の高度人材と言われる、いわゆる、技術人文国際であるとか、料理人とか歌手とか、っていう高度なスキルを持った人材はですね、高度人材ということで、管理は不要。つまり、ご自身が、日本に来て、どこかに就職することもできるし、住むところも自由に選べるし、自分で転職もできるし、自分で契約してマンションとかアパートに住むことも可能ということで、実は日本で働く外国人の大多数が実はこの高度人材ですね。ホワイトカラーを中心とした高度人材であります。で、我々建設業や、いろんな産業では、人材不足の関係から、もしくは昔できたその制度上、日本の優れた技術を来ていただいた外国人に教え込んで、それを持って帰ってもらって、自国の技術のインフラなどの向上につなげてもらうってことで技能実習があったんですけども、これが
3年で帰る、施策で、これがちょっと嫌だなと思ってました。で、その後、いろんな問題が技能実習制度には出てきまして、その後2019年に、特定技能という制度ができて、これは5年いられますよという制度になってます。技能実習のあやふやなところをしっかりとした制度で、特定技能の方は実は転職は可能ですね。ただし、まだ管理型ではあるというようなことになっています。特定技能は、技能実習は1年目は1号、2年目は2号、3年目は3号として、約3年働いたら、基本的には自国に戻るんですけども、今の制度だと、特定技能が 3号の後に、試験を受けて受かれば、そのまんま特定技能に移行できて、さらにそこから5年、日本に働くことができます。で、特定技能は1号と2号がありますけども、基本1号が多いんですけど、2号になると、なんと、日本での滞在期間が、その5年とか何年っていう縛りがなくなって撤廃されてですね、家族も帯同することができるというような、少し優位な、ビザになってます。はい、そんな感じです。そうです。ありがとうございます。これ技能実習、特定技能は技能実習からじゃないとなれないっていうことで合ってますか？技能実習からじゃなくてもなれるんですけど、特定技能のなり方は2つありまして、1つは技能実習制度3年正しく終えて、正しく卒業されて自国に帰っている。そうすると、技能実習3年終えましたよっていう証明書をもらえるので、ただそれを持っているだけで、今度日本に来るときは特定技能になれます。で、さっき言ったようにもう一つの方法が、日本にいて3号まで技能実習生を終えたときに切り替えてもらって、特定技能にそのまま1号として居残るパターンですね。この2つが。なるほど。はい。ありがとう。じゃあいずれにせよ、特定技能の人は日本にいたことがある人っていう、仕事したことがある人っていう感じです。ありがとうございます。ですね。ちょっとなぜ外国人っていうところは、先ほどお伺いしたところにちょっと通ずるところかもしれないんですけど、5種類のタイプの人がいるっていうところの中で、なんでその選択にされたかっていうところをお話ししてもいいですか？そうですね。もちろん日本人であれば、いわゆる言葉の不安もないので、日本人の方が当社に来てくれて、働いてくれ、それはそれで一番いいんですけど、やっぱり建設業に中途で入ってくるとなかなか少ない。そんな中で、長く働いてもらいたい。我々職人の業界ですから、やっぱり技術を教え、いろんな現場に携わる中で、長く働いてもらって、スキルが上がって、板金好きになってもらって、自社に貢献していただくっていうのがあると思うんですけど、そもそも方向性求人を出していてもなかなか若者は来なかったですね。もう、毎年毎年出してもほとんど来ない。高校生の職業体験とかも受け入れはするんですけども、やっぱり高校生って僕が思ったのは、地元で PR している有名な建設業の会社に親が行かせたいんですね。高校生自身が行きたいこともあるでしょうけども、親の意向がかなり強くて、富山の場合は、やっぱりいわゆる地元、地場ゼネコンですね、が、広告打ったり、いろんな高校生の出前授業をしたりする中で、高校生にもそんな雰囲気が伝わる。言い方あれですけど、学校の先生もやっぱりちゃんと就職するっていう結果が欲しいので、やっぱりより親御さんの意向に従うって感じも受けましたし、そもそも富山県だと、職業、若者と、高校生というと工業科ですね。工業高校出身の方が来るんですけども、富山県内には工業科は4つしかなくて、で、そのうち、それぞれの高校に建築科で1クラスあるだけなんです。で、1クラス40人ですから、富山県で毎年輩出される高校生の建築卒の子たちは160名なんですよ。160名を、そうですね、多分半分か3分の1は大学に進学しますね。そして、その残りから、そうですね、
そのさらにまた半分か、まあ、20% ぐらいは、建築から離れていきます。他の分野に行ったら。で、残った方が建設業に来るんだけど、まあ、主に半分ぐらいは有名な、そうですね、OB がいるような地元の地場ゼネコンとかに行きますね。そして最後に残った数パーセントの方たちを、我々のような建設業の専門職種、例えば板金とか左官とか瓦とか大工とか、いろんな業種がこう取り合うわけなので、そうなってくるとかなりこう、パイは少ないわけですね。専門職の業界に入ってくる高校生は、おそらく年に、まあ、富山県全体でいろんな業種、左官とか瓦とか塗装とか含め10人ぐらいじゃないでしょうかね、毎年毎年。そこに板金が1人いるかいないかっていう世界だと思います。それから、まあ、さっき言ったように女性はですね、まあ、トイレ分かれていなかったので、まあ、女性の職人も欲しいけど、まあ、なかなかまだまだしばらく難しいのかなと思ってました。それから高齢者と障害者は、まあ、高齢者は延長雇用してるし、まあ、障害者は当時は、それを聞いた当時は雇ってませんでしたけども、まあ、すぐさまパートの仕事を作って、時間を短くしたものを作ったら、もうハローワークから声かかって、一時障害者を3年ぐらいですかね、雇ってましたね。そんなことで。3年、はい、結構長いですね。そうですね、ちゃんと真面目に来ていた子でしたけど、でも、どのぐらい、パートでですね、9時から3時ぐらいにしてて、毎週月曜と土日休みって感じで、週5日来てもらってましたね。あります。なんかそこら辺の理由で、やっぱりどうしてもこう、当時の状況的にはもう、やっぱり外国人に頼らざるを得なかったっていうのが一番最初は、なんですかね。まあ、今となって考えるとちょっと別、そうだけだったじゃなくて、それだけじゃないなとは思うけどっていう感じですか。そうですね。今となれば、どうだろう。それぞれの施策をまずやってるかどうかって聞かれて、それぞれにこう手当てをして、で、外国人はトライしてなかったので、トライし始めていったっていうのが大きいですかね。なるほど。ありがとうございます。まあ、じゃあそこから、じゃあ実際に採用されたということだったんですけど、実際採用してみて、なんかどうでしたか？私は実際外国人を採用したことはあるんですし、今も採用してますけど、まずですね、さっき言いましたように、技能実習とか特例技能は、ある一定期間で帰ってしまうということで、やっぱりそこがネックで、外国人雇用を、ちょっと、二の足を踏んでいたんですけど、ちょうど、富山県の県の施策がございまして、まあ、それの施策に乗っかると、なんと、高度人材を採用できる。外国人で高度人材を採用できるという施策がありました。で、それに乗っかってですね、建設業でも高度人材を採用したいという思いで、一生懸命頑張ってですね、高度人材採用したんですね。エンジニアで、ベトナム人を2人採用しました。ですけど、1年2ヶ月ぐらい働いた後に辞めてっちゃいましたね。1年2ヶ月。はい、短いですね、やっぱり。これ、実際にかかった経費載せていいか、ちょっと不安だったんですけど。この2名はですね、たまたま富山県の、プロジェクトに乗っかってきたので、その左側の結婚350万2年半って方はですね、まあ、外国人をまず選ぶじゃないですか。選んだら、まあ、高度人材なので、まずは大卒以上が基本で、で、もう社会人でベトナムで当時働いてましたけど、まあ、日本に行きたいということで、面談してマッチングして、まあ、その子に選んだと。そしたら、その子が、富山県の施策だと、富山県の大学の大学院に入れる。で、2年大学院で学ばせると。まあ、半年は、ちょっと前に来て日本語になれる期間だったんですけど、まあ、その辺の、まあ、大学に入れて、まあ、その学費と生活費を面倒見ることをですね、働く前の2年半、350万つぎ込んでですね、県と半々でこうやるっていうプロジェクトだったので、まあ、それで、まあ、2年半で350万しかかかんない。で、かつ確実に高度人材で外国人が来るなら僕は安いと思って飛びついてやりました。それからもう一人の方は、右側の方は、
その費用感が少し高いかったり、来るまで2年半、決めてから2年半もかかってしまうということもあって、県はまた新たな施策を作り出してですね、高度人材で呼べるんだけど、半年間、日本に呼ぶんじゃなくて、ベトナムにいたまま日本語教育をして、県がですよ。県が日本語教育をして、その後で、それを支援した企業が、企業に自社で呼んでもらうと。で、高度人材で入れることができるっていうプロジェクトがあったので、それにも飛びついてですね、120万、払って、高度人材で来るならと思ってやりましたね。ただ結局、結婚で辞められたりだとか、都会へ転職するっていうところで辞められて、1年ちょっとぐらいでお二人ともっていう方ですね。彼ら高度人材だからか、ちょっと頭が良すぎたのか、そうですね、退職理由ですね。そこに書いてあるように、やっぱキャリアアップ戦略を見せられなかった。特にベトナム人は当時聞いていたのは、やっぱ自分のキャリアがどのように上がっていくか、会社の中でのそういう役職とか、大企業みたいな、成長していくところがないと、もちろん高度人材ですから頭もいいので、辞めやすいよと言われて、見事その通りになってしまったということですね。それから、もう一つはですね、二人は2年半大学で学んだ方は、やっぱり2年半も日本で生活してるので、日本語はペラペラになりましたね。それから、もう一人の方は、ベトナムで日本語教育をオンラインで受けさせたんですけど、その上で、我が社に入ってきましたけど、やっぱり日本語はあんまり上手じゃなくてですね。で、最後に言ってたのが、やっぱりもうちょっと日本語を教えてほしかったとか、日本語が上手じゃない方ですね。日本語で、自分の思いを伝えられたかったって言ってたので、それが結構僕の心に響きましたね。そこからの、やっぱ教訓というか、工夫みたいなところが、ここに繋がってるんですかね。そうですね。今やってる、外国人を雇用して、で、さらにそこから日本語教育をするっていう今やってることに、繋がったと思いますね。当時、新入社員に入ったその外国人たちを、新入社員教育で、ズームつないで東京の先生に、新入社員教育とか、日本の制度とか、建設業のいろんなしきたりとか慣習を教えてもらうのをずっとやってたんですけど、その時に先生が言ってたのは、やっぱ日本語で話してくれるんだけど、私の伝えてることが伝わってるかどうかわからないということで、その先生ももっと日本語で教えたいし、なんならもう吉岡さんと一緒に日本語を教えちゃおうかしらっていう感じだったので、そうか、やっぱ日本語を教えなきゃダメだなと思って、で、さっき言っていた特定技能の、当時雇っていたのは高度人材なんだけど、辞めた時に特定技能の人は実は1号から2号に切り替えると日本に長くいると言いましたけど、その要件の一つに日本語能力テストの資格が必要だったんですよ。日本語の能力が N4 と言われる、いわゆる英検みたいなやつですけど、中学生レベルの N4 以上じゃないと1号から2号になれないという要件が絡んでいたこともあって、それじゃあ日本語教育をもっともっとやっていこう。もしくは自社の外国人に対してしっかりとした日本語を教えて、その資格を取ってもらおうという思いになっていって、で、今ではこの下に書いてあるように、日本語教師と連携して、富山県内の建設系の外国人、建設業、私建設業なので、建設業の中からやっぱり応援したいですし、盛り上げていきたいと思っているので、例えば、近くの建設業、足場屋さんとか塗装屋さんとか、鉄筋屋さんとか、いろんなところで働いている外国人に PR したり、もちろんバンキ屋さんにも声かけさせてもらって授業をしています。それが実際の風景が。はい。こちらです。そうですね。もともと自社の会社の事務所の2階に遊んでるスペース、書庫みたいなところがあって、相当古い書類と、相当古い、フックボルトとか、
もう板金で使ってたビスとかボルトとかいっぱい在庫が置いてあったんですけど、そこをフルリフォームしまして、いわゆるそのオンラインでもオフラインでも対応できる日本語学校にしたいと思ったので、これ写真はもちろんオフラインの対面授業ですけど、ズームつなぐことによって今回のようにオンラインでも授業をやることを今やってます。別に、県内じゃなくても、県外の方であってもオンラインであればできるっていうことですよね。そうですね。今この写真で見えてる風景を毎週金曜日の夜に、みんな働いてるので、毎週金曜日の夜に、近くの足場屋さんが7名、来てくれていて、そこに前に立っている、日本語の先生も来ていただいて、で、自社の、今は特定技能の方ですけど、自社の職人もスタッフも一人入れて、対面で日本語授業をやってます。それから、オンラインでは毎週日曜日に、実は関東の板金屋さんの外国人の方を、ベトナム人ですかね、技能実習生をオンラインで午前中2時間、午後2時間、そこの会社の方は一応10人雇ってるので、5人5人に少し分けてですね、4時間授業をさせてもらってます。その、実際の自社の社員さんとかに教育をして、変わったりだとか、変化感とかってありますか？社内の雰囲気とかも含めて。そうですね。やっぱりコミュニケーションがやっぱ取りやすくなりますね。お客さんで来ていただいて、さっきの対面で来てくれてる足場屋さんの外国人の方は、どんどん喋れるようになりますし、どんどん喋るのが、話すことが、苦にならなくなるし、いわゆる正しい日本語が喋れる。設備語や接続詞が違ったりとか、イントネーション違ったりとか、なりますし、基本的に仕事をしていれば仕事の言葉を覚えるんですけど、そうですね、困った時、病院に行った時とか、何かが足りないとか、そういう時の生活の日本語をうまく、対面で会話しながらやっていくことによって、どんどん向上していって、おそらくコミュニケーションが良くなって、その会社さんでも、しっかりと働いてくれるようになってるんじゃないかなと思いますね。私の会社で働いてる今の外国人の方も、やっぱり本人は別に、日本語教育を受けるっていうことだけ頑張ってもらえれば、別に彼からお金は取ってないので、自社の社員に対しては、福利コースの一環として、そういうことをしていると、やっぱり特定技能の方なんですけど、今特定技能1号だけど、しっかりとちゃんと2号に上げるよってことを言いながらですね、今度12月にある日本語能力試験のテストなんかも受けながらですね、それぞれの本人のやる気を上げていくっていうところをやってますね。なるほど。ありがとうございます。実際にちゃんと日本語教育とかをすると、なんですかね、ちゃんと仕事も回っていい感じになってきてるかなと思うんですけど、結構最近、ベトナムもそうですし、インドネシアもそうですし、フィリピンもそうですし、結構いろんな国でやってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、実際どこがおすすめとかありますか？ありがとうございます。私は、はっきり言ってフィリピン一押しですね。特定技能はもちろんおすすめですし、特定技能っていうのはどこの国のベトナム人でも特定技能いるし、インドネシアでも特定技能いらっしゃいます。もちろん、建設業の特定技能もいらっしゃるし、介護業も自動車整備も外食産業もみんな特定技能いらっしゃるんですけど、一番一押しというか、おすすめは特定技能のフィリピン人ですね。なぜなら、フィリピン人はですね、そこにも書いてあるように、まず、特定技能と、まずポイント1は特定技能であるということ。特定技能であるということは、そもそも5年はいられるんですよ。5年っていうのはもちろん3年に対して長いですし、ある程度のスキルは向上することは、可能かなと思いますし、やっぱり、特定技能ってことは、おそらく建設業の方がもちろん建設業の特定技能になるんですけど、3年しっかり働いていれば、ほんの少しは日本語喋れるので、そういう意味では、特定技能がおすすめですね。2番目ですね。はい。そして、
フィリピンっていうところのキーワードに対しては、その定着率ですね。フィリピンという国は、これ詳しい話は難しいんですけども、フィリピンだけが、フィリピン政府が持っている制度のおかげで、フィリピン人は外国で働くときにかなり守られた、そのルールがあります。フォロー制度というルールがあって、そのせいでフィリピン人は、言い方逆転すると、辞めにくいですね。辞めづらい。辞めづらい環境で働かざるを得ないので、そういう意味では、他の国にそういう制度がないので、フィリピン一択かなと思います。ありがとうございます。じゃあ仮にフィリピン人採用しようというふうになった時に、手順とか、どういうふうにやるのかっていうところとかもお伺いしたいんですけど。はい。そもそも外国人を雇用しようかなと思ったら、さっきの本に言いましたけど、特定技能や技能実習生は管理型なので、自社で直接呼んできて直接雇用することはできないんですよね。なので、日本にある受け入れ機関の支援を受ける必要があります。そして、彼らもし本国に戻っていたら、送り出し機関、本国の送り出し機関というところで、募集してもらって、で、そこで面接の機会を得て面接するわけですね。現地に行ってもいいし、ズームでもいいと思いますけど、面談をすると。で、その中でいい人がいたら、送り出し機関に登録をして、その出国の手続きをし始めます。で、それと同時に、日本では、その受け入れ機関に、まずは国交省の申請が必要なので、国交省に申請をします。それからそれが通れば、出入国管理局に申請をして、それでビザが下りれば、そのビザを本人に送って、で、本人はそれを持った上で日本に入国してくると。で、そう入国したら、住民票を作ったりしながら、受け入れ支援に支援してもらいながら、我々は、住居の準備をしているって感じですね。で、フィリピンの場合は、その国交省に申請する途中で、フィリピン政府にも申請しなくちゃいけなくて、フィリピン政府に申請するっていうのは、日本にあるフィリピンの領事館に申請する形になるんですけど、その申請で、自社がフィリピン政府に認められなければ、フィリピン人を雇うことはできないです。逆に言うと、フィリピン人は、フィリピン政府に認められた企業でしか働くことができないので、ここがポロ制度といって、フィリピン人が辞めづらい、転職しづらい一つの理由になります。ちなみに北陸で建設業で、かつフィリピンのポロ申請を受けているのは、ほぼ僕のとこか、もう一社あるかないかぐらいだと思いますね。はい。建設業以外だったらあるかもしれないけど、建設業っていうと本当に限られてくるっていう。そうですね。さらに、そのフィリピンという国に関しては、いろんな受け入れ機関が、各地にありますし、登録支援機関ありますけども、ほぼフィリピンはやってない方が多いですね。なぜならこの制度がめちゃくちゃめんどくさいからで、介護業の会社さんを面倒見てる支援制度の登録支援の会社さんはやってらっしゃるかもしれませんけど、やっぱり他の国ですね、インドネシアとかベトナムとかミャンマー、ネパール、そういう国の受け入れ支援はしてるけど、フィリピンはやってないよと言われる会社さんが多いですね。ありがとうございます。確かにそう考えると、だいぶ穴場感がありますね。そうですね。ちょっともう一個結構皆さん気になるポイントとしてあるのが、結局いくらかかるのっていうところかなと思っていて、特にフィリピンの場合だったらどれぐらいかかるのかなっていうところをちょっとお伺いしてもいいですか？今日いらっしゃる皆さんはバンキャスターなので、僕はざっくりバーに全部お見せしますけど、そもそもハローワーク等で人を雇おうとしたら、もちろん無料ですから、来て面談したら雇えるし、じゃあ日本人で自社に来てほしいとなって、人材紹介会社とか人材派遣会社に頼むと、年俸の3分の1とか、30% から 25% ぐらい、かかるわけですね。だから、
まあ、年収300万とかの人は、まあ、100万ちょっとかかるというような話の中で、外国人はいくらぐらいかっていうとですね、まあ、そこに書いてあるように、まあ、初年度というか初回、面談のアレンジメントの費用でまあ5万円とか、で、さっき言ったそのフィリピン特有の費用だけども、まあ、コロ申請の費用が10万円とか、あとは、在留資格申請、これは、登録支援機関、日本国内の登録支援機関が、持っていく手数料ですね。それから向こう、現地で面接するために、まあ、建設業で働ける、日本に来たい人材を集めてくれる送り出し機関の費用が30万円ぐらい。それから、まあ、国内に入ってオリエンテーションしたり、健康診断したりする費用が2万円ぐらい。あと、初期の支援費が7万円ぐらいで、まあ、航空券は実際来ることになったら実費なので、LCC ぐらいで一番安いので来させてあげればいいのかなと思いますね。それから、毎月、管理型なので、その、登録支援機関に払う費用、給与とは別、本人に対する給与とは別に、約3万円ぐらい。2万から3万からまあ、高いところで4万ぐらいありますけど、まあ、そのぐらい費用が発生していて、まあ、給与は例えば20万にしても、あと、しばらく経ってからですね、どうだろう、4ヶ月か5ヶ月ぐらい経つと、これ建設業だけなんですけども、JAC という、まあ、JAC 登録支援とありますけど、JAC という、まあ、上部の全国区のその団体、まあ、既得権益みたいなところですけど、団体に約12,500円、登録支援機関の、特定技能の1号生だと払う必要がありますね。まあ、それぐらいかかると。それから、支援費として毎月払ってるお金と、まあ、支援費というのは、その、支援機関が、なんかもう、病院行きたいとか、なんかトラブルあった時に全部対応していただくんですけど、まあそういう費用なんですけど、そのもう一つの仕事として、四半期ごとに国交省にやっぱ届け出を出さなくちゃいけなくて、管理型なので、それは、ちゃんと雇用しているか、ちゃんと給料が払われているか、そして、同等の日本人と、限りなくこう、差がないような、金額が支払われているかどうかっていうのをチェックするために、まあそういう書類を作ってくれるので、まあそれが5000円ぐらいかかるとか、あとは、特定技能でも最初1年のビザしかいただけないので、まあそれを1年後には更新する費用が15,000円とかですかね。まあそれが次は多分3年で、その後は、5年になるのか。で、その後、その間に切り替えられなければ、まあ彼らはやっぱり帰るしかないって感じですね。ありがとうございます。なんかまあ、こう、普通に日本人を採用するのとそんなに大きく変わるわけではなくて、まあ、ただシンプルに、日本人採用できるんだったら別に日本人採用すればいい。できないんだったら、もう、こういう費用払ってでもやった方がいいっていう理解ですかね。そうですね。やっぱり私が経験したのは、人おらんって言うてる人ほど何も動いてないっていう感じだったので、だったらさっきの5ジャンルに対して施策やってますかと。まあそれから、まあこういう話を聞いて、ね、動いて確実に来るところに、まあ少し費用はかかるけども、確実に来るならもうその費用さっさと払っちゃって、その期間を一生懸命過ごしたら外国人来るんだから、そこから自分のビジネス伸ばしていけるんじゃないかなと思う考えに至りました。おっしゃる通りですね。ありがとうございます。で今後も、吉岡板金さんとしては、採用はやっていくということですかね、外国人材を。そうですね。今、おじいちゃんの、75歳のおじいちゃん含めて、今6人スタッフがいますけども、まあでも、その方はやっぱりあまり現場に出したくないので、やっぱ5人になるわけじゃないですか。で、うちの仕事の感じだと、やっぱり常に2現場ぐらいは回したいので、まあ2人よりもまあ3人1班とかにしたいくて、そうするとやっぱ6人は必要なのかなと思っていて、そうするともう1人ぐらいは採用したいと思っていて、まあ特定技能もう1人、まあ今、フィリピンの特定技能は1人いますけども、まあ彼も一人ぼっちでやっぱ寂しいかなと思うので、もう1人フィリピンの子を採用しようと思っております。まあその下に書いてあるように、実は、何月でしたっけ？前に行った時、7月ぐらいかな？行った時に、
違うな、9月か。9月に行った時に、9月じゃないですかね。9月ですね。超最近ですね。9月にフィリピンに行ってきて、また面接をしてですね、一人、選ぶこと、いい子がいたので選ぶことができました。なんと彼はですね、技能実習生の時に、会社はですね、建築板金やってる会社だったんですよ。これはめちゃくちゃいいと思って、すぐさまその子決定を出しましたね。うん。めちゃくちゃレアですね。そうですね。日本語もある程度喋れるし、建築板金の仕事は大体わかるし、言葉も、工具とかの言葉もわかると。めちゃくちゃ、即戦力で働けるんだなと思って楽しみにしてます。いいですね。なんか、事業が加速しそうですね。そうやって人が入ってくると。あとちょっとそうですね。吉岡さんが採用するっていう話ももちろんそうですけど、国のやっぱり施策としても後押ししているっていうところがあるのかなと思っているので、これまで全然考えていなかったっていう方々も、本格的に考えなきゃいけないとか、考えてくるような時期に差し掛かっているのかなと。はい。そうですね。そこにも書いてあるように、外国人材は毎年総数はもちろん増えてっています。2030年までに82万人増やすって政府は言ってるんですけど、そもそも日本で働いている外国人は何人ぐらいいるかというと、約210万人ぐらいいらっしゃると言われています。いろんなビザ全部ひっくるめてですね。そして、技能実習生というのは、建設業に限らずいろんな職種の技能実習生は約42万人いて、そのうち、それとはまた別に特定技能が約14万人いらっしゃるという中で、その総数が毎年何万人ずつ増えてきますけど、2030年までには82万人ぐらいもっと増やすと聞いているので、そうですね、下手したら300万人ぐらい2030年には外国人が働いているような環境がいるので、さっきも言いましたけど、もし、人がいないと嘆いていらっしゃる方は、もちろん日本人が来れば、それはそれで一番いいと思いますけど、そうじゃなかったら、こんだけ政府も後押ししている外国人材を僕らが雇用しなくては、取りに行かなかったら、やっぱ結構もったいないんじゃないかなと思うので、外国人材はもうめちゃめちゃ推してますね、僕は。ありがとうございます。仮にやるとしたときに何からやればいいかっていうところですね。これちょっと最後お伺いさせてください。やっぱり今も言いましたように、日本人が雇用できればもちろん問題ないですけども、じゃなかったら外国人がこんなにいっぱいいるんだから、外国人を雇用することを決めた方がいいですね。人を雇うことは、コストといえばコストではありますけども、やっぱり人材、宝ですから、人がいたら、それ以上にたくさん自分の仕事ができて、自分の建築板金を広めたいっていう夢も加速するわけじゃないですか。そういう意味では、助けられる人が多くなると思うので、外国人材に、雇用することに、ポジティブになってもいいんじゃないかなと思います。で、2番目の、そうですね、やっぱりお金をかけた方が何事もビジネス加速すると思うので、そこはもう決めて、後から回収でもないじゃないです。先行投資じゃないですけど、決めていけばいいんじゃないかなと思ってます。それから、現状に甘んじなくてよくて、やっぱり人材を採用して、しっかりとしたその会社の仕事をお届けする。自身が、現場で第一線で働くのはもちろんなんですけども、年々年も取ってきますし、事業規模も加速していく、大きくなってくると、そこまで自分が現場に携わるってことが、難しくなってくるフェーズもあると思うので、そういう意味でも、人材を採用していくことは大事じゃないかなと思っております。ありがとうございます。再三になりますけど、やっぱりおすすめは、フィリピンと。フィリピンですね。フィリピンは、ベトナムとか他の国も親日国は結構ありますけども、フィリピンは、さっきも言ったように、国の制度、ポロ制度があって、まずフィリピン人では基本的に辞めづらいです。そして、もちろん真面目です。国が天候がいいせいか、めちゃめちゃ明るくて、本人たちも本当に真面目に働きます。それから、人材が豊富というのは、いわゆる人口ピラミッドですね。日本はもう高齢者が多くて、先絞りな少子高齢化の国ですけども、フィリピンは全く逆ですね。ピラミッド型で、
子供たちがめちゃくちゃ多いので、人材はこれからも多く輩出してくると言われています。そして、距離的に近い。日本からフィリピンは、なんと羽田からマニラまで4時間です。皆さん4時間あったらフィリピン、ほぼ1泊2日ぐらいで帰ってこれますよ。朝、僕も富山から行くときに、朝一羽田に行って、羽田からフィリピンに行くと、なんともう3時にはフィリピンで面接できます。その日のうちに面接をして、一泊して次の日に帰ってくるスケジュールだったらめちゃくちゃ近くていいなと思います。例えばそこに書いてあるベトナムとかタイなんかは、6時間、7時間かかりますし、インドネシアに至っては8時間ですから、体の負担や時間的制約を考えると、フィリピンは非常に近い国で、一つ宗教の問題はありますね。宗教は、彼らはほぼカトリックの、キリスト教なので、日曜日には、ミサに行きたいと言い出すと思います。日曜日には地元の教会に、行っていただくように、そこだけは、一つあるのかなと思います。ありがとうございます。距離的に近いってちょっと盲点ですけど、結構大事ですよ。そうですね。ありがとうございます。で、もし興味がある方いらっしゃれば、ぜひ、セブに吉岡さんが案内してくださるので、一緒に行って、はい。私のつてで、フィリピンで面接をしようとすると、マニラかセブ島でできるんですけど、私は最近セブによく2回ぐらい行って、12月にももう1回行って、面談の機会を得たり、もしくは、そのさらに先のビジネスチャンスにも、アポを取っているので、そういう意味では、セブ島、特にマニラなんかは東京のような感じで、面接には行けるんだけど、ちょっとゴミゴミしてて、しかもかつ、マニラちょっと危ないところもあるので、セブだと多少観光もできますし、いいところなので、皆さんにお勧めしたいと思います。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、いくつかご質問いただいているので、そちらの質問も回答2、3問ぐらいちょっとお願いしてもいいですか？はい。じゃあちょっとチャット見ますね。ブラバーキンさん、ありがとうございます。ご質問いただきました。外国人雇用する際に人選の基準を重視している順にトップ3ぐらい教えてください。そうですね。私はフィリピン人を雇用する際に思っていることは、やっぱり彼らが日本に来たいかどうかですね。日本で何をしたいか。やっぱり日本に来る熱意が高いかと、やっぱり優先的に選んでいます。それから、やっぱり日本語のスキルの上達度というか、その日本語のうまさですね。やっぱりそれは、こっちに来てから、やっぱ特定技能しか選ばないんだけど、それでも、日本語のスキルには結構差があって、やっぱり日本語の上手な方の方が、いいかなと思います。それからやっぱり本人の雰囲気ですね。やっぱりおちゃらけた子もいますし、どぎまぎする子もいますけど、やっぱりフィーリングで、すごく熱意あって一生懸命な子を選んでいきたいなと思ってます。はい。ありがとうございます。はい。もう一つぐらいいきますか。カニさんありがとうございます。外国人技能実習生に対して全бан連の助成金利用してますかですけど、そうですね。利用してないですね。全бан連の、もちろん僕も組合に入ってるので、全бан連の助成金があれば利用したいと思いますけども、今これは、技能実習生に対してあるんであれば、僕は技能実習生は今やらないので、そういう意味では、特定技能だけやってるってことで、利用はしてない。はい。特定技能であれば使ってみたいなっていう感じですかね。特定技能であればですけどね、もし、補助金みたいなのは。でも雇用することに関しての助成金とはあんまりないような気がしまして、雇用した後で、その本人に対してスキルアップの講座とかをするような助成金は結構あると思うんですけど、雇用することに関しては、やっぱりあんまり助成金みたいなのはないんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。カニさんが目を閉じて、その場で足踏みしてます。違う、これあれか。あれかな採用する際にチェックしてるポイントかな。なるほど。なるほど。運動神経も大事ですね。はい。
建設業、私たちは特定技能で来る場合は建設業で来なくちゃいけなくて、建設業も土木か建設かってあるんですけど、土木の技能実習は我々建設業では受け入れることができないので、そこだけ要注意ですね。でも建設業で働いていたら何業をしてきても、今いるフィリピン人は、前回は日本にいた時は、鉄筋工をやってたと聞きましたけど、やっぱりそうですね、左官でも塗装でも足場屋さんでも何でもいいんですけど、やっぱり専門職であるので、我々の建築板金には親和性あるのかなと思います。ありがとうございます。はい。そうしましたら、そろそろちょっと時間になってきましたので、ありがとうございます。一応先ほど、吉岡さんの方でおっしゃっていただいてた日本語教育なんですけど、じゃあ、県内の人ではなくてもいいですし、県外であったりだとか、むしろ、建築板金屋さんじゃなくてもいいですかね。全然大丈夫です。はい。というところで、こういうことをやられてるみたいなので、もしご興味ある方いらっしゃれば、ぜひご連絡いただければと思いますし、あと、他に気になりそうな人、お知り合いとかでいらっしゃるよっていうことなのであれば、ぜひ、こちらも紹介していただけるとありがたいです。じゃあ、30秒だけ PR してもいいですか？お願いします。ありがとうございます。私はですね、この外国人材雇用を始めてから、日本語教育をもっと、この輪をもっと広げたいと思って、吉岡言葉アカデミーという自社で、オンラインでもオフラインでも、外国人に教育するところを作りました。これは、もちろん富山県はオフラインでいいんですけど、全国の、外国人雇用されている方でコミュニケーション困ってらっしゃる方に、日本語教師をセットしまして、Zoom で、オンラインで、教育することができます。で、その教育の目的は、やっぱりN4 以上を取っていただいて、その会社で、例えば2号に切り替えられるようなところまで持ってって、やっぱ本人にも長く、日本にいていただきたいですし、その企業さんにも、その外国人がその企業で貢献できるように、やっていきたいと思っているので、ご興味あれば、ダイレクトメッセージいただければと思いますし、YouTube でも、吉岡言葉アカデミーとアカウントでいろんな情報を発信してますので、そちらをまたご覧ください。以上です。ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。